はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2023年2月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。Steam は2月も新作ラッシュ。大注目の新作からまだ日の目を浴びていない隠れた良作なんかも登場するのでチェックしてみてください。2月7日からは Steam Next Fest が開催。何百もの未発売の体験版をプレイできるほか、開発者によるライブ配信などが行われるイベントです。新作好きな方は要チェックです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにラスティッドモス。銃とグラップリングを駆使したメトロイドバニアシューティング。ゲームは360度全方位を狙えるグラップリングとツインスティックシューティングを兼ね備えたメトロイドバニアシューティングです。トレーラーの激しい戦闘アクションを見るだけでもかなりの高難易度なゲームと予想されます。舞台は人間と妖精が争う世界。人類は妖精に対抗するため魔女を作り出したが、妖精側も魔女に対抗するため代わり子として人間の赤ん坊と妖精の赤ん坊を入れ替え人間社会へと送り込んだ。プレイヤーは妖精でありながらも人間の両親に愛され育てられたファーンとなって妖精のために戦うのか、または人類のために戦うのか、プレイヤーが下す結末はマルチエンディングとなっています。ラスティッドモスは2023年2月リリース予定日本語対応の作品です。インクニナティ。インクで戦う中世写本バトル。プレイヤーは描いた絵に命を吹き込む命のインクマスターインクニナティとなって、中世の本のページ上に様々な動物の絵を描いて命を吹き込み、戦闘を繰り広げていくというユニークな単性ストラテジーです。ゲームはターンごとに生きたインク、リビングインクを消費して、動物兵を描いたり、または描いた動物に指示を出して敵を攻撃させたりしながら戦闘を繰り広げていきます。描ける動物がとにかくユニークで、剣を持ったウサギや犬といった無難なところから、お尻でトランペットを吹くロバや人食いカタツムリといった極物キャラ、さらにはダンテやヒルデガルドといった中世の伝説的なキャラクターまで多数登場。動物兵は可愛い見た目だけではなく、兵種によって攻撃方法や攻撃範囲、アクションスキルが異なり、どの兵にも一長一短があるのが特徴。また本作は動物兵を描いて戦うだけではなく、様々なバトル要素が存在。ページ上にトラップや障害物を描いて敵の行動を妨害したり、押し出しという意味通りのコマンドを使って敵をページの端から押し出せば消し去ることも可能。さらにはプレイヤーであるタイニーインクリナティが実写を用いたハンドアクションを使って指で敵の動物兵を移動させたり、グーパンチで直接ダメージを与えたり、かなり反則じみた要素も存在。現実とインクで描かれた世界がうまく融合しているような気がするユニークな作品。インクリナティは2023年2月1日リリース予定日本語対応の作品です。シーズン A Letter to the Future。 終わりゆく世界を記録するロードトリップアドベンチャー。物語の舞台は一つの季節が終わりを迎えようとする世界。この世界での季節は我々の知る季節ではなく、一つの季節は一つの時代にあたり、季節が終わるごとに謎の大災害が起こる世界。本作の主人公は季節の変化も及ばない安全な田舎の村で暮らすエステル。また一つの季節が終わりを迎えようとする頃、彼女はただ生き残るのではなく、今がどういう季節でなぜ終わらないといけないのか、どんな力が世界を飲み込もうとしているのか、こういった疑問の答えを探しながらも、今この時を生きる人々、この瞬間この季節を記録に残し未来へと届けるために旅に出る物語です。ゲームは三人称視点のアドベンチャー。プレイヤーは生まれて初めて村から出たエステルとなって電車に乗り世界を巡ることになります。旅の先々では父の形見であるポラロイドカメラとアナログテープレコーダーやスケッチブックを使って目にしたものや光景を写真に収め、聞こえてくる音や音楽などを録音し、今ある世界の姿を日記へと記録していくことで物語は進んでいきます。旅の道中では季節の終わりを受け入れ毎日を過ごす人々や、季節の終わりに抗おうとする人々など様々な出会いがあり、彼らの話を聞いたり集めた記録を見せたりすることで重要な情報を得られたりもするとのこと。終焉を迎えつつある世界でありながらも絶望感や悲壮感はなく、
辺境の村で生まれ育った女性の視点から初めて見た美しくも謎めいた世界を体験するロードトリップアドベンチャー。シーズン A Letter to the Future は2023年2月1日リリース予定、日本語対応の作品です。デリバー・アスマース、火星が舞台のアクションアドベンチャー。2019年にリリースされたデリバー・アス・ザ・ムーンの続編タイトル。物語の舞台は前作で描かれた月からのエネルギーが途絶えた原因究明と復旧を目的としたフォルティナ計画から10年後が舞台。火星から謎の救難信号を受け、地球最年少の宇宙飛行士キャシー・ヨハンソンは仲間と共に宇宙船ゼファーに乗り込み、火星に向かうとともに謎の組織アウトワードに奪われたコロニー船アークを取り戻し、急激に悪化する地球環境を救うという決死のミッションに挑むことになります。ゲームは物語重視のアクションアドベンチャー。過酷な火星の大地でジャンプアクションや難解なパズル、無重力での浮遊アクションなど、火星で直面するあらゆる困難を乗り越えたどり着いた先には、プレイヤーを火星に導いた救難信号の真の目的が明らかになっていきます。デリバー・スマースは2023年2月3日リリース予定、日本語対応の作品です。ヘルベッティ、ヘルト神話を題材にした 2D 横スクロールアクション。ガリア人ヘルベティア部族の神話や歴史、そしてケルト神話など様々な文化の神話を題材に、美しいアートスタイルとテンポの速いアクションが特徴的な 2D ローグライトアクションです。物語は今から2100年以上前のガリアが舞台。古代の呪いがガリアの地に広がり、ヘルベティア部族が住む土地を蝕み、人や動物を異形の怪物へと変え、禁じられた力を目覚めさせようとしていた。プレイヤーは呪いの根源を断ち、ガリアを救うため、それぞれ異なる戦闘スタイルを持つ3人のキャラクターを操り、凶悪な怪物たちが待ち受けるガリアの地を進んでいく物語。ゲームは 2D 横スクロールのローグライクアクション。プレイするためにランダム生成されるステージで、多種多様な攻撃やコンボを組み合わせて敵やボスに挑んでいきます。ヘルベッティは2023年2月4日リリース予定、日本語対応の作品です。ホグワーツレガシー。ハリーポッターの小説をテーマに、1800年代のホグワーツ魔法魔術学校を舞台にしたオープンワールドアクション RPG。ホグワーツ魔法魔術学校の生徒となって、魔法界に隠された真実を探して危険な旅に出るといった物語。プレイヤーは5年生からの転入生としてホグワーツに入学し、4つの寮から1つを選択して魔法の勉強に励むとともに学園生活を過ごしていきます。のんびり学園生活を楽しむだけではなく、プレイヤーである主人公は魔法界を引き裂く脅威となる古代魔法を操ることのできる才能を持っており、これにより魔法界全体の運命をも左右していくといった壮大なオリジナルストーリーが展開していきます。ゲームは学園内だけではなく、広大なオープンワールドを魔法生物やほうきに乗って自由に飛び回ることができ、奥深そうなストーリーはもちろん、キャラクターのカスタマイズや魔法薬、装備品のクラフトやマイホームを建てれたり、呪文の習得や能力のアップグレードを通して自分のなりたい魔法使いになれるといった自由度など、全てにおいてクオリティが高そうな作品です。バトルアクションも遠距離から魔法を撃つだけではなく、敵を引き寄せコンボを叩き込んだり、火薬ダルを敵に投げつけたり、軽快かつド派手な戦闘アクションを楽しむことができそうです。ホグワーツレガシーは2023年2月11日リリース予定、日本語対応の作品です。ウォンテッドデッド。レトロフューチャーなサイバーパンクアクション。本作はバルキリーエディションの開発を手掛けたソレイユの作品です。近未来の香港を舞台に特殊部隊ゾンビユニットに所属する主人公のハンナが、傭兵やギャングといった敵と戦い、大企業の陰謀を暴く物語を描いた三人称視点のスタイリッシュアクションです。本作はハイブリッドなアクション、スラッシュシューターが謳われており、刀による近接攻撃と銃による遠距離攻撃をうまく組み合わせて戦っていくバトルシステムが特徴。戦闘はかなりバイオレンスな描写で表現されているので、ハードコアなアクションゲームが好きな方には刺さるかもしれません。ウォンテッドデッドは2023年2月14日リリース予定、日本語対応の作品です。違う冬の僕ら。
二人協力プレイ専用のパズルアドベンチャー。スマホゲーム一人ぼっちの惑星、お別れの星々など、独創的なゲームデザインで知られる個人開発者所頼氏の作品です。本作の主人公は家出をした二人の少年。プレイヤーはそれぞれの少年の二人となり、協力して困難を乗り越え、どこか遠くを目指して進んでいくことになります。本作の特徴はそれぞれに見えているものが違うこと。例えば、二人のプレイヤーは同じ景色、同じ人間を見ているはずなのに、片方にはそれが絵本のような風景と動物になったキャラクターに見え、もう片方は殺伐とした景色とロボットのようなキャラクターに見えること。そういった自分にしか見えない世界の情報を互いに共有しながら、協力して謎やパズルを解いて旅を続けていくことになります。君と僕の二人の見ている世界は本当に同じだろうか。認知の常識を問い直す二人専用のパズルアドベンチャー。違う冬の僕らは2023年2月14日リリース予定日本語対応の作品です。一騎団結。あの一騎が Steam に登場。制作元サンソフトの公式ページにもデカデカと伝説のクソゲーが団結して復活と記載されている本作。クソゲーという言葉を生み出した作品でありながらも70万本を超えての大ヒット。今回調べていて知りましたが、クソゲーの由来は一騎は一人や二人でするものではないクソゲーだという三浦淳氏の発言が起源とのこと。今みたいに面白くないゲームという意味ではなかったみたいですね。私も当時友達と二人でよく遊んでいましたが、結構面白くて夢中でやっていました。ジャケットの姫が鮮烈すぎて今でも脳裏に焼き付いています。そんな本作ですが、1人や2人が一騎じゃないなら16人でということで、最大16人でのオンライン協力プレイが可能。ゲームは団結ローグライクアクションシューティング。最大16人のプレイヤーがイラグの大発生で危機に瀕した村を守るため、一騎を起こして協力して弾幕を避け敵を倒し、アイテムを集めながら悪代官の屋敷を目指すという内容です。イメージ的には16人マッチでヴァンパイアサバイバーズをやる感じでしょうか。一騎団結は2023年2月14日リリース予定日本語対応の作品です。ブランク。幼い狼と小鹿の協力プレイアドベンチャー。物語の舞台は雪に覆われた広大な荒野。ひどい吹雪の後、それぞれの家族と離れ離れになってしまった幼い狼と小鹿が家族を見つけるために協力し、絆を深めていく物語が描かれます。ゲームは鉛筆画風のモノトーンなグラフィックで展開。狼と鹿、それぞれ種族が違い、お互いに警戒していた2匹ですが、すぐに友情を築き、家族を探すために力を合わせて旅に出ることになります。ゲームはシンプルなパズルアドベンチャー。操作は移動と2つのボタン操作だけ。それぞれの強みを生かしてお互いを補い合いながら協力して困難を乗り越えていきます。本作はセリフや文字表現はないとのことなので、プレイする中でプレイヤー自身が物語を感じ取っていくことになるようです。果たして黒き狼と白き小鹿は家族と再会できるでしょうか。ブランクは2023年2月15日リリース予定日本語対応の作品です。パラゴン。ロボット恐竜と戦うサバイバルシューター。体験版を遊んでみて個人的にはいまいちだと感じましたが、新作なので紹介します。第一印象からゾイドを思わせる本作は、ロボット恐竜キラーエレメンタルロボットが生息する終末的なオープンワールド世界が舞台。そんな世界でプレイヤーは探索を通しての資源収集や拠点建築、クラフトを行いながらも、世界中の脅威に立ち向かい生き抜いていくことになります。フィールドには文明の廃墟と思われる建物が存在し、こうした建物にはユニークな戦利品や設備の回路図が隠されており、テクノロジーをアンロックして設計図を入手すれば新しいアイテムをクラフトすることができます。また、クラフトではロボット恐竜を製造することが可能で、敵のロボットと戦い、弱らせてスキャンデータを入手すれば、必要資源を使ってロボット恐竜を作成でき、さらにはそのロボット恐竜に乗り込み、世界中バトルを楽しめたり、空を飛んでフィールドを移動することもできるみたいです。体験版も日本語対応で、プレイしての感想は少し期待していたものとは違いました。アンリアルエンジン5で作られた美しいグラフィックと、機械獣をスキャンして自らがその機械獣を作り出せるというゲームコンセプトはすごくいいと思いましたが、ゲームの作り自体が荒い印象でした。例えば、斜面に建物を建築すれば、土台の半分が空中に浮いた家になったり、
ピッケルで石を叩くと、トントンバーンみたいに破裂する演出だったり、逆に木を切り倒せば、トントンパターンみたいにしょぼい演出だったり、アンリアルエンジン5の美しい映像とゲームのチープさのギャップをすごく感じました。あくまで個人的な意見です。タラゴンは2023年2月15日リリース予定日本語対応の作品です。プラン B、テラフォーム。不毛の惑星を開拓するテラフォーミングシム。地球温暖化に苦しめられる人類を救うべく、新たに見つかった惑星を開拓し、人類が居住可能な住みよい環境へとテラフォーミングしていくシミュレーションです。プレイヤーは100万以上のヘクスマスで構成された巨大な惑星で、大気を温め、氷を溶かし、雨を降らせて、川や海を形成するための施設を作り、惑星をテラフォーミングしていきます。さらにはこの不毛な惑星に樹木を植え、緑豊かな森を作ることも可能。アーリーアクセスでは人口100万人の達成と森を形成するまでのテラフォーミングが可能。正式リリースまでには新たなテラフォーミングメカニズムやストーリー要素の追加などが予定されているとのことです。プラン B テラフォームは2023年2月15日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。コントラバンドポリス、リアル版ペーパーズプリーズ、国境検査官シミュレーター。舞台は1980年代初頭、共産主義国アカリスタン。プレイヤーは密輸業者がひしめく国境の警備隊員となって、入念な検査と必要書類の確認を行い、入国を許可するのか、それとも勾留するのかを判断していくことになります。本作は書類の確認だけではあらず、車に何か違法なものを隠しているかもしれないと思ったら、車を解体して調べたり、旅行者の荷物が怪しいと思ったら、荷物をひっくり返してでも密輸品の摘発を目指します。国境警備隊員の仕事は検問だけではありません。逃走を図った密輸業者の追跡と捕獲や、ギャングの襲撃など様々な事態が発生します。刻々と変化する国内情勢、アカリスタンの将来は国境警備隊にかかっているかもしれません。アカリスタンに栄光あれ。コントラバンドポリスは2023年2月リリース予定日本語未対応の作品です。スーパーフューズ、最大4人で遊べるハクスラーアクション。アメコミ風デザインが印象的な本作。物語の舞台は滅びゆく地球から離れ、人々が太陽系に散らばって生活している未来世界。人類は地球脱出や宇宙での生活に必要な技術を提供する企業の恩恵を受けながらも、いつしか自らを神と称するようになった企業が支配するディストピアで暮らす中、突如出現した謎のモンスターコラプションに対抗するため、神である企業は人体強化を施した特殊兵エンフォーサーを作り出したという物語。ゲームは斜め見下ろし視点で展開するハクスラーアクション。プレイヤーは特殊兵エンフォーサーとなってプレイするためにランダム生成されるダンジョンで戦っていくことになります。遊べるキャラクターのクラスは5種類を予定し、アーリーアクセス時点では3種類が登場。プレイによって得られた経験値を消費して様々なアップグレードを行えるほか、奥深いカスタマイズが可能なスキルツリーシステムでプレイスタイルに合わせたキャラクター育成が可能です。突如出現した謎のモンスターコラプション、自らを神と称する企業、人類の階級社会に潜む陰謀に満ちたストーリーが展開していきます。スーパーフューズは2023年2月1日リリース予定日本語未対応の作品です。スペルフォースコンクエスト・オブ・イオ。ファンタジー世界を舞台にした単性シミュレーション RPG。スペルフォースシリーズのスピンオフとなる本作。プレイヤーは最強の魔法使いになることを目指し、ファンタジー世界イオを舞台に小さな魔法使いの塔から旅に出るといった物語です。ゲームは魔法使いの塔を中心とした広大なワールドマップで展開。プレイヤーは軍隊を率いるヒーローを仲間にして冒険に挑み、敵勢力と戦い、世界に広がる未知の土地を探索し、貴重な資源や強力なアーティファクトを見つけ、自国の勢力を拡大しながらも魔法使いの塔をアップグレードしていきます。戦闘はワールドマップで敵と接触することで発生。局地戦となる戦闘はアクションポイントを使った単性システムとのことです。ヒーローが率いるユニットをうまく使い、敵の軍団や英雄を倒し、最強の魔法使いを目指す単性シミュレーション RPG。スペルフォースコンクエスト・オブ・イオは2023年2月3日リリース予定日本語未対応の作品です。
はい、今回は Steam で2023年2月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。超期待作ホグワーツレガシーだけではなく、インクリナティやシーズンなど個性的でユニークな作品も期待できそうですよね。2月7日からは Steam Next Fest が開催されます。何百もの未発売の新作体験版をプレイすることができるほか、開発者によるライブ配信などが行われるのでチェックしてみてください。個人的にはすごく楽しみです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。